こんにちは、きのっこです。今回の動画はダイソー購入品紹介と使ってみての感想をお届けします。まずはハンドジェルケースを購入しました。消毒用ジェルを詰め替えて持ち運べるコンパクトな容器です。色は薄い紫色やホワイト、ブラック、マスタードイエローなどがあり、どれもニュアンスカラーで可愛かったのですが、水色が好きなのでペールブルーを購入しました。詰め替え可能な消毒液はアルコール分 80% 以下のものということで、アルコール除菌ジェルを購入しました。速乾タイプで 60ml 入り。文字が小さくてわかりづらいですが、アルコール分は 59% と書かれています。手のひらに収まるコロンと可愛いサイズのアルコール除菌ジェルで、このままでも持ち運びに便利で使いやすいのですが、さらに持ち運びやすく使いやすくするためにハンドジェルケースに詰め替えます。ケースは外側がシリコン素材になっていて取り外し可能。詰め替え口がちょっと小さく、詰め替えのプレッシャーを感じます。こぼさないように慎重に詰め替えます。アルコールジェルの半分の約 30ml 入りました。容器がクリアでシンプルなので、インスタではこの容器をデコったりしている方もいて楽しく拝見させていただきました。使うときは容器を逆さにして少し押せば消毒ジェルがスルッと出てきます。この消毒ジェルはアルコールの香りが控えめで、なんとなく爽やかな香りがして気分がスッとします。手に素早く馴染んでベタつくこともないので、手指の消毒の際の不快感が少なめで使いやすいなと感じました。ケースについているホルダーが外れるので、普段よく使うカバンの持ち手に取り付けておけば、消毒したい時にささっと手を消毒できて便利です。ハンドジェルケースを購入する際は、こちらのアルコール除菌ジェルも一緒に購入することをお勧めいたします。次はマスキングテープがすっきり収納できるマステホルダーを購入しました。マステが3個まで収納できて、右利き、左利きに対応。背拍子にラベリングまでできる親切設計。そして本のように立ててスリムに収納できるとのことで、これは便利かもと思って購入してみました。マステはキッチンでもよく使うのですが、キッチンで使うマステについては収納方法に困っていて、そんな時に見つけたこのケース。皆様に伝わるかわかりませんが、昔の VHS ビデオテープみたいな形。刃の部分は折り目がついていてパカッと開くようになっています。このケースちょっと開けづらかったのですが、パカッと開けてみると、マステが引っ掛けられる円が3つついているので、キッチンでよく使うマステを3つ収納してみました。一番上のホルダーは普通のテープカッターみたいに使えます。2番目以降のホルダーも特に使いづらいということはありませんでした。マステを切る刃は上下につけられているので左利きさんでも安心です。テープが取り出しにくい場合は折り目を開いて取り出すことができるのでストレスもありません。隙間収納にとのことですが、私は冷蔵庫の小物ケースに入れておくことにしました。結構小さな小物ケースなのですが、スポッと入ったので正直驚きました。少量のマステの収納に悩んでいる方におすすめのアイテムだと思います。次は冷蔵庫収納トレイ引き出し型を購入しました。200円商品になります。パッケージの写真のように冷蔵庫に引き出し収納をプラスできる便利アイテム。発売した当初かなり話題になっていたので気になって購入してみました。
透明度が高い AS 樹脂という素材で作られています。冷蔵庫の棚にクリップで引っ掛ける形になっていて、クリップの先端は滑り止め付きでしっかり固定できるようになっています。このシリーズ100円の商品もありましたが、100円のものは引き出し式ではなく、クリップとケースが一体型になっていて半透明。大きさも小さめだったので、思い切って200円商品を購入してみました。そして200円商品はストッパー付きなので、勢いよく引き出してもケースが落下することなく安全です。中に何が入っているのか見やすいのもグッドポイント。冷蔵庫の中で収納位置が定まらないお茶っ葉の袋、使いかけのカレー粉、開封したキューブコンソメ、ベーキングパウダーの小袋、調味料の小袋など引き出しの中にまとめて収納できて、物の迷子が解消されます。そしてこの引き出しと一緒に購入したのがキッチンコンテナワイドという商品。こちらは100円商品でとても平たいハンドル付きのタッパーになります。貼り付けてあるシールにはいろいろな形がありそうなイラストが描かれていますが、私が行った店舗ではこのサイズしか売っていませんでした。先ほどの引き出しトレイを冷蔵庫に設置すると、その下の部分に空間ができてしまうと思い急遽購入。取っ手付きなので引き出しやすく使いやすいかなと思いました。奥行きが長めの27センチ、横幅13センチ、高さ 4.5 センチで隙間に入れやすい大きさ。角は直角で無駄がなくすっきりした形になっています。中には開封済みのきな粉やレーズン、入れ替えきれなかった塩コショウなど、使用頻度の低いものを入れておきます。まずは実際に冷蔵庫に引き出しトレイを設置してみました。引き出しはスムーズで、ストッパーのおかげで落ちる不安もありません。下の空間には 900ml の大きめタッパーがギリギリ入るか入らないかぐらいの空間ができました。ただタッパーを奥まで押し込んでしまうと、手が入る空間があまりなく、横からタッパーをつかまないと取り出すことができず、不便を感じました。先ほどのワイドケースを入れてみましたが、すっぽり入って引き出しやすいものの、上の部分に微妙に無駄な空間ができて、我が家の冷蔵庫にはしっくりきませんでした。そして引き出し奥のこの空間が完全にデッドスペースになってしまいました。引き出しで収納を増やしたはずなのに、逆に収納空間が無駄になってしまうという結果に、200円で作りはかなりしっかりしていて高クオリティだったのですが、使いどころがちょっと難しい商品だなぁと感じました。ワイドコンテナの方は奥行きがカラーボックスとぴったりで、空ボの隙間収納に活躍できそうです。次は磁石ボックスホルダーを購入しました。耐荷重量 500g までで、ティッシュやポリ袋の箱などを冷蔵庫にピタッとくっつけることができるホルダーになります。我が家のキッチンはとにかく狭くて収納があまりないので、こういった便利グッズで少しでも収納を増やせるのはすごく助かります。白いプラスチックのホルダー2個入り。裏に100均の磁石グッズでよく見かける強力磁石が貼り付けられています。このホルダーの便利ポイントは、ホルダーがスライドして幅が変えられるところ。高さが8センチ以内のボックスまで対応可能です。このグレーの突起は柔らかい素材でできている滑り止め。取り外しが可能です。以前業務スーパーで購入したポリ袋の箱に装着してみます。
ギリギリの幅だったので滑り止めが引っかかり装着しづらかったですが、なんとかホルダーを箱につけることができました。横に設置しても縦に設置してもどの向きでもしっかりと箱を支えてくれて、結構な勢いで中身を取り出しても外れることはありません。正直見た目はあまりおしゃれではないかなと思いましたが、機能面ではかなり優秀だなと感じました。次はお弁当作り置き冷凍トレイを購入しました。我が家では夫や私がお弁当を持っていくことはなくなってしまいましたが、ちょっとした作り置きの冷凍保存に便利かなと思って購入しました。8号のお弁当カップにぴったりなサイズになっています。確か6号サイズも販売されていましたが、大きいサイズの方を選んでみました。レンジ対応のカップを使っている場合に限り、蓋を外せばそのまま電子レンジで使用可能。13.6 センチ ×14 センチの正方形で冷凍庫に収まりやすいサイズ感です。雪見大福のカップが上下に並んでいるような形をしています。おかずカップがぴったり収まるような形状。電子レンジ OK のおかずカップ8号を入れてみます。めちゃめちゃ綺麗なぴったりサイズ。底は丸いですが、カップの形を四角く整えてくれるので、お弁当箱に移した時、綺麗に配置できそうです。映像だと少し見づらいですが、蓋の取っ手に8号用と書かれているので、後から確認する時にも便利。ミニハンバーグを入れるとこんな感じで、上にハンバーグが少しはみ出して蓋が閉まるか心配でしたが、蓋にも少し深さがあるので、ミニハンバーグが潰れることなく綺麗に入りました。冷凍庫にもコンパクトに収まります。大量のお弁当用作り置きを保存するには不向きですが、多めに作った夕飯などをカップに詰めて、お弁当用や作り置き用に冷凍しておくときに便利なケースだと思います。次は、色味がとっても可愛いひまわりの造花を購入しました。ひまわりアレンジポットという100円商品になります。ひまわりの種の色が茶色ではなく白なので爽やかな印象で、花びらがボリューミーなひまわりが2つ。あとはかすみ草のような白いつぼみと飾りのリーフがついていて、これで100円はクオリティが高いなと思って夏用インテリアや写真素材として購入してみました。ポットの部分が丸見えなので、可愛らしい鉢カバーが見つかったらつけてあげようと思います。そして最後はいつも購入しているつまめる洗面台のゴミガードを購入。16個入りですが、1週間に2回のペースで交換しているのですぐになくなってしまいます。でも我が家にはなくてはならない100均消耗品。いつもカットしてサイズ調整しているので、ミニサイズで20個入りぐらいが出ると嬉しいなと思っています。以上、ダイソー購入品と正直レビューでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできると嬉しいです。きのっこでした。